どうして私がお前を呼び出したか分かっているね。なぜあんな馬鹿げたことをしたんだ、ハル。何度も言っているだろう。私たちは隠密に動かなければならない。事件の情報の漏洩なんてことは、依頼人の信用を失う上に、私たちの首を絞める行為だ。今日、お前が漏洩した事件の関係者が来た。不用意に真相に近づいてしまった彼の目は、狂気に染まっていたよ。お前が余計なことをしなければ、真実を知らなければ、あんな目になることはなかっただろう。でも、真実を知らないまま日々を過ごしたってそんなの、本当の幸せだって言えないよ。きっと、辛くて苦しい真実でも、それを受け入れて、希望を持って生きていくことが大切なんだって、私は思ってる。それに私なら、そういう人たちを偽物の幸せから助け出してあげることができる。だから、いい加減、現実を見なさい。いいか、ハル。真実や正義を追い求めることが、必ずしも人のためになるとは限らない。理想論を振りかざすだけでは、一人前とは言えないんだ。中途半端な覚悟で夢見がちなまま、今のようなことを続けていれば、お前はいつしか、叱るべき報いを受けるだろう。ありがとうございます。あとは、僕に任せてください。僕に協力してくれて、本当に感謝しています。ゆっくり、休んでくださいね。みはるさん。バカだよね。結局、私一人で勝手に空回りして、誰かを助けるどころか、迷惑かけてばかりで、大切な友達や、人にも嫌われようとしてるなんて。私、本当に悪い子だ。だから、お願い。あと少し、もう少しだけでいいから、最後くらい、言うこと聞いてよ。私、ママ、何もできないで終わるなんて、バカみたいじゃん。お願いだから。どうやら全員投票を終えたようだな。まあ、
結果などもう決まりきっているだろうが。ふざけんじゃないよ。どうしてよりにもよって黒があんたなんだい。私になんてくだらない真似をするようなやつじゃないってあたいは思ってたのに。それにアンチボックスの音声にはあんたの声は含まれてなかった。あんたには殺人をする動機なんてなかったはずよ。なのになんで。確かに今回の動機はデイブと何のつながりもなかった。君たちはデイブが殺人をするなど思いもよらなかっただろうな。バ、君たちはその点で大きな思い違いをしている。この学園での殺人の動機など外に出たいからで十分なのさ。それでも私はデイブ君がそれだけの理由で人の命を奪ってしまう人だとは思ってない。だから教えてほしいんだ。一体事件の夜あなたに何があったのかを。そうだな。そのためにも君たちにはもう少し議論に付き合ってもらおうか。超高校級の悪運の事件について。はあ？なんでお前に余計な詮索をされなきゃなんねえんだよ。俺は構わねえよ。この裁判にケリがつくならな。それに俺自身から直接事件について話を聞けるんだ。警察官が事情聴取を拒む理由はねえんじゃねえか。ならば単刀直入に聞こう、ミスターハタ。超高校級の悪運の事件で君のような人間が一体どうやってあの大量殺人を行ったんだ。はじめは君が並外れた身体能力を持っているのか、あるいは何かしら武術の心得がある人間なのかと思っていた。だが今までの君の行動を見ている限り、どうやらそんな能力はなさそうに見える。そうだよね。前に暴走した時も席に簡単に取り押さえられてたし、それに今回だって美晴に不意打ちまでされてたもんね。凶悪な殺人犯がたとえ隙を突かれたからってそんな簡単にやられるものなのかなって私も思ってたんだよ。お前たちの推察通りだ。俺にそこまで大した力はねえよ。特殊な暗殺術とかそういう類のものも特に持っちゃいねえ。じゃあただ目つきが悪いだけのパンピーなんか？はあ、なんやねんそれ。ビビって損したわ。では一体どうやって畑見は自分のクラスメートを全滅させたんだ？だからそれを今話そうって流れになってるんでしょ。とはいえ私も見当がつかないけれど、一つだけあるかもしれない。特別な力なんてなくてもクラスメートを皆殺しにできる方法が。何？島立は分かったのか？うん。きっとそれは私たちが一番よく知ってる方法だよ。その方法なら自分自身が手を下さなくても仲間全員を皆殺しにできるんだ。あの事件は今この場で行われている学級裁判が引き金だ。俺が犯した過ちのせいであいつらは全員処刑された。結果俺だけが生き残ったんだよ。ちょっと待ちなよ。他の奴らが処刑されてあんた一人が生き残ったってことは、あんたはこの殺し合いから卒業したってことかい？っていうかそもそもこの意味不明な裁判ごっこって俺たちが初めてじゃねえのかよ。確かに色々と面白そうな話だし、根掘り葉掘り芋掘り聞きたいところだけど、
でもそれって、レイブ君がキリギリちゃんを殺したことと何の関係があるの？いや、これではっきりしたさ。え？殺人の動機ならさっき言っただろう。クラスメートを助けるのに必死だったと。ミスターハタミ、君を守ることができて誇りに思うぞ。ぐへへ。うん。つまり、は？どうでもいい。どういうことだよ。そうだろう。ありえない。おや？そんな。どういうこと？そうだろ？ふん。奇妙な話だ。うん。それって、ねうん。そして、私、そういえば、はあ。どうしたんだい？ごめん。ね。よーし。うんうん。なんだか、それで、それって。どうでしょうね。そうね。どういうことよ。ねえねおそらく
But だが、待てって。うん。おそらく奇妙な話だ。もちろんよ。なぜだろうな。うん。But そしてデイブたちが殺し合いをすることになってしまった入学式。長い悪夢の始まりとなった体育館。あの場所にいた14人の頭部のない異界の者たち。そのうちの一人が履いていた靴だったのさ。ありえねえよ。この絵。うん。おかしいぞ。そうだろう。ちょっと。おそらくだがそうだろう。まさか。うん。だからデイブは残念でした。それは違う。おろろろろ。きっと。うん。そうだよね。うん。悪いけど。そうだろう。そうやそうや。どういうこと？つまり、うん。説明しなさいよ。まったくな。おそらくうん。そしてだからデイブはデイブ君。うん。じゃあはっきり言いな。
なんだよ。うん。でもさ、どういうこと？まさか。おかしいな。そうだろう。いやいやいや。イライラ。今日は白い気分。え？実は、あのね、怪しいなあ。そうよ。そういえば、どうなの？ふむふむ。あのね、こんなん出てきましたけど。まさか。あれって何だったのかね。じゃじゃーん。なんで？光明遺産。あいつ。今日は黒い気分。いやいやいや、悲しい色やね。いい加減にしろって。ありえねえよ。そんな。君か。妙だな。ねえねえ。それはまったく。What？安心して。残念だ。わかってるよ。だからこれは、本気の本気なんだよ。それって。違うよ。ねえねえ。うん、そうなるね。うん。もういい。
レイブ君。だが、つまり、はあ、だからデイブは。だが、うん。そういえば、失望したか？いや、そんなことないよ。超高校級とか才能とかそんなの関係ない。だって私は知ってるもの。デイブ君はいい人だって。この絵、顔が少し怖くて嫌味な皮肉しか言わなくて、ちょっと変わったものばっかり好きな人だけど、そんなあなたに私は何度も助けられたんだよ。デイブ君のおかげで私とツサちゃんはちゃんと真実に立ち向かって前を向いて歩くことができたんだよ。失望なんて嫌いになるわけないでしょ。ミス島立。だってそうでしょ。デイブ君は大切な友達なんだからさ。君は。だが、さっさと終わらせるがいいさ。おやおや。まったくな。君の望む絶望などしてやるものか。はあ。ああ？覚えておくといい。それではマスダ・フィッツジェラルド・デイビッドの処刑を開始します。では、張り切っていきましょう。お仕置きタイム。
どいよ。ふざけるなよ。どういうことだよ。おやおや。あのね、残念でした。絶望、それだけだよ。せっかく頑張ったのにお気の毒でした。ありえない。ああ？なるほどね。おやおや。ふむふむ。まだ続くんだよ。あはははは。ああ？はあ。仕方ありませんね。そんな。あ？はあ？バカバカしい。燃えるね。僕は諦めない。なんてね。ダメだよ。お願い。お前じゃない。この絵。私は島立この絵。あなたのクラスメートなんだよ。忘れないでよね。私も少しだけど思っちゃった。私がデイブ君と友達にならなければ、デイブ君がキリギリさんを殺してしまうこともなかったのかなって。も
し畑見くんみたいに何の希望も持たないで誰にも頼らなければデイブくんと仲良くなんてならなきゃ。お前がいなければ俺は死んでいた。え？俺は希望を持つことが正しいとは思わない。その考えは変わらねえが、お前の希望を持ち続けようとする底なしの愚直さに救われたのは事実だ。礼を言う。この絵。うん。信じなくても構わない。デイブのこの証言に嘘偽りがないということを証明するのは不可能に等しいということは重々承知している。だが君は答えを知っているはずだ。安心して落ち着きなよ。そうだね。あ、この絵。ここは僕の夢見た舞台。飛び乗ったならまばゆい景色。誰もが皆羨む世界だ。未来はこの手に掴んだのに、気がつけば泥だらけってこぼれ落ちたように、日常は疑心暗鬼にとらわれ、針は回る閉ざされたドアを探す。見透かされれば落ちてゆくな
ろしかったのですか？マスダ・フィッツジェラルド・デイビッドの要求を受け入れてしまって。お呼びでしょうか？うん。そうそう。しょぼーん。それは、そうだね。うん？そうだろ？あの状況であれば、彼は完全犯罪を成し遂げることが可能でした。しかし彼は、自らその完璧に穴を開けた。結果、彼は勝てるはずの裁判に敗北し、処刑されました。彼の思考回路には、何かしらのエラーがあったと考えられます。情を移した相手がいたために自身が処刑される道を選んだということですか？しかしそれだけでは彼が殺しを行う理由に説明がつきません。どうして何してるの？そうだろ？覚えておくといい。ごめん。はい。待ってて。